はい。今日もポッドキャストのお時間です。今日はね、昨日なんと、ついに起業することができたので、ちょっとそれについてね、話そうかと思ってるんだけど、前 Vlog でも上げたんだけど、今自分のオンラインのプラットフォームを作ろうと思ってて、で、結構いろいろやってたんだけど、それで、例えばウェブサイト作ったり、あと、なんかいろいろシステムとか予約のやつとかね、そういうのいろいろ作ってたんだけど、なんと昨日それがもうついに終わって起業することができました。もうすっごい嬉しいですね。やっともう結構長かったので、この昨日に至るまでが。で、そのストライプっていうお金の決済サービスの申請にすごい苦労して、それが申請するのにメールのやり取りをずっとして、で、やっと昨日それが終わったんですよね。だから、これでみんな、安心してお金を支払うことができる。あとは、クレジットカードとかにも対応してるから、すごい便利だと思うんですよね。だから嬉しいです。やっとですね、昨日始めることができて、で、それで、インスタグラムの方でもうすでにフォローしてる人に、できたよ、ウェブサイトできましたって言ったら、新しい生徒がなんか3人くらい興味ありますって言ってくれて、それで今はもう自分の生徒がもうすぐ15人ぐらいになるんだけど、もうかなり、そうですね、今満足してます。こんだけたくさんの生徒に教えることができて。基本的に毎週みんなに教えてるので、みんなのことをどんどん今覚えてきて、どんどん仲良くなってきて、でみんなすごいやる気があるし、教えてて楽しいなって思います。みんなに言われるのが、よく起業したねみたいな。あんまりこうやって行動に移すっていう人が少ないと思うんだよね。この自分ぐらいの年齢、20代とか。まあ今俺が20歳なんだけど、20歳で起業してる友達ってほぼいない。何人か知ってるけど、でもなかなかいなくて、やっぱ勇気いると思うんだけど、自分の場合はあんまり勇気はもちろんいるけど、それよりもどちらかというといいチャンスだなと思って、自分の英語の能力だったり YouTube の登録者数だったり、あとは編集できる力、あとは機械に強いのと、あとは言語学勉強してたり、そういうのがいろいろあって、今回自分はこれが向いてるのかなと思って始めて、で今かなりうまくいってます。すごい今は自分でいろいろ管理しないといけないんですよ。起業しちゃったから、スケジュールとか、特にスケジュールですね。とかもいろいろ管理しないといけないから、もちろん大変だけど、でも責任感があるし、やってて楽しいなって思います。知ってる人は知ってると思うんだけど、最近までニュージーランドに行ってたんだよね。ワーキングホリデー、略してワーホリっていうのがあって、それでワーホリでニュージーランドの方に行ってたんだけど、1年滞在する予定だったのに、たったの2ヶ月で帰ってくるっていう、仕事を5日で辞めたんだよね。初めて5日で辞めた。何の仕事してたかっていうと、カフェのランナー、コーヒー出したり、あとお皿片付けたりする、フロントの仕事をやってましたけど、もうこの仕事がめっちゃつまんなくて、自分にとってね、もちろんこの仕事はもちろん素晴らしい仕事だとは思うんだけど、自分はこういう単純作業っていうのがもう苦手で、だから今回帰ってきて、なんか自分のモチベーションを使って仕事をしたいなと思って今こうやってやってます。でも逆に自分のお姉ちゃんは単純作業めっちゃ好きなんだよね。編集とかでさ、もうずっとなんか同じ作業があるんだよね、たまに。そういうのを自分の代わりにやってくれて、もうめっちゃ集中して2時間ずっと画面に向かってやってくれるみたいな時もあります。こんな感じで向き不向きってのがあると思うんだけど、自分はニュージーランドに行って
週40時間働きますってなって初めて気づいた。だからもう最初の1週間でこれを1年続けるのは無理だし、日本に帰ってきてからじゃあ仕事をしますってなった時に本当に自分がしたい仕事をしないといけないなと思って。もちろんワーホリ残りの期間働くっていうのもあったけど、それよりも帰ってきてこの休学している空いている期間に何か自分のしたいことをしてみようかなと思って今回起業しようと思ってやってます。まさかでもこんなことになるとは思わなかったですね。海外に行ってなのに帰ってきて起業するなんては全く思ってなかったけど、でも海外に行ったからこそ、ワーキングホリデーに行ったからこそ、俺この仕事向いてないなって分かって、単純作業じゃない自分からもっと主体的にアクティブにできる仕事をしようって気づけたし、だから本当に行ってよかったなって思います。あとは短い期間だったけどニュージーランドの国の雰囲気も知れたし、友達もたくさんできたし、いろんな国のそのホステルに住んでて10人以上いろんな国の人が住んでたんだけど、そこでたくさん英語も喋れて英語も上達したし、行ってよかったなって思います。一応補足で、なんで2ヶ月も行ったのに、2ヶ月しか行ってないけど、でも5日しか働いてないんだよね。で、これなんでかっていうと、仕事は3日で決まったんだけど、次働くまで1ヶ月待ってくださいって言われて。で、1ヶ月間ずっと待ってて、で、いざ働いたら、5日で辞めちゃって、みたいな感じで結局2ヶ月経ちました。で、仕事辞めた後に、いろいろ自分のことについて考えて、何をするべきなのか、何がしたいのか、どういう人間になりたいとか、そういうのをいろいろ考えて、起業しよう。日本語を教えようと思って日本に帰ってきて、日本語を教えるためのことをいろいろしました。YouTube もこの一つです。この動画をね、イマージョンラーニングの一環として使ってる方もいると思うんだけど、すごいいいと思います。やっぱり自分も英語に慣れた時は、たくさん YouTube とか Netflix とか、そういうのを見て、まず耳を鳴らすっていう作業をしたので、話はそれちゃったけど、この動画を見てくれてる人たちは、みんなの日本語能力が伸びると思います。そう信じてます。で、ちょっといろんな話しちゃったんだけど、今からちょっと自分のレッスンの説明をしようかなって思います。もしかしたらね、この動画を見てる人の中で、俺のレッスン興味あるっていう人がいるかもしれないから、説明すると、まず、自分のレッスンは、1レッスン50分で25ドル、アメリカドルで25ドルです。で、自分のレッスンでは、基本的に何でもします。何でもしていいですね。例えば、生徒によっては、この参考書を使って勉強したいっていう人がいれば、それで一緒に勉強したり、ただただずっと喋りたいっていう人もいれば、いろんな人がいるんだけど、できるだけ自分がそのレッスンのスタイルに合わせようと思ってます。もし逆に何すればいいかわからないって人は、自分が今まで英語を勉強してきた経験からとか、言語学を勉強してきた経験から、こういう順番で勉強するのがおすすめだよっていうのを提案して、だからじゃあ一緒にこういうのを次やろうかっていう感じで話したりしてます。で、もし興味がある方は、ウェブサイトにトライアルレッスンっていうところがあるので、そこから申し込んでくれて、一言インスタの DM かなんかでメッセージを送ってくれたら嬉しいなって思います。今、さっきも言ったけど、もう15人ぐらい生徒がいて、で、多くても、どんぐらいかな、20人か25人かわかんないけど、他の YouTube の編集とかもあるから、たくさんね、生徒を取ることができないから、もしかしたら途中でごめんなさい、もう人数が埋まっちゃってってなるかもしれないです。とりあえず、そんな感じです。自分が今日動画で伝えたかったことは、もうやっと念願のね、起業をすることができました。この起業はすごい、小さい時から頭の中で、将来
起業したいなみたいなのはあったんですけど、まさか本当にするなんてって感じですね。もしよかったらウェブサイトの方見てくれたら嬉しいです。結構ね、いい感じのウェブサイトが作れたと思うので、そちらの方を見ていただけたらと思います。あとはいつも通り、動画を使って勉強してくれたらと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。見てくれてありがとう。じゃあね。